バツマフの P キュンチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。私たちは14年前に植物貿易所に採用された同期です。同期は全国に15人しかいませんが、 P キュンチャンネルを撮影しているここ成田空港第2ターミナルの職場で偶然3人が一緒になり、そのままなんと5年が経ちました。しかし来月には3人とも異動でバラバラになりますので、最後に語り合ってお別れしたいと思います。私の場合はもともと家が農家だったんですよね。専業農家で、それで農学部に進んで植物専攻してたんで、それで植物貿易所で、いろいろやってる仕事で役立つかなと思って入ったのがきっかけですね。お二人はどうですか？私はとある民間企業で働いてて、ちょっと合わないんで辞めたんですけども、それで公務員試験受けて、農学私も専攻してたんで、どこに行こうかなと思ったら、採用が全然ないとで、採用多いとこ選んだら、あれ植物貿易所なんだろうってそこからでした。長さん、なんでここに？真面目な話になるじゃあカットで農学部に入る理由と一緒なんだけど、なんかね、やっぱ人のために何かできたらなって思って、生きていくには食わなきゃいけない。じゃあやっぱ農学でしょって言って農学部入って、そのまま何ができるかなって言って探したら、植物の研究そのまま自分やってるとこで、人のためになる仕事がこんなところにあったのか。なるほど。すごく真面目です。私の場合だと、取らせてもらえるのはありがたいよね。そうですね。育児休業するともうずーっと一緒だから、子供と大変さがよくわかる。可愛いんですけどね。手はかかるですね。手伝うよって言わないようにしてます。なるほど。他人事なのと怒られるね。当事者意識ってことですね。それこそさっき言ってた育休、もう取れるっていうかは全部利用させてもらってて、やっぱ育休大事だなと思って、あれ分かんないとね、ついなんか家帰ってなんか散らかってたらなんでとかって、あれも言ったら終わり。地雷ですね。もう帰った瞬間もう爆発する。そういうのもあるんです。もう黙って片付ける。そう。ものすごく真面目な話になるけど、どうぞ。やっぱ忘れちゃいけないことの一つが、何のためにやってんだ。なんかずっと同じことしてると、その視点で凝り固まっちゃって、その裏に何のためって言ったら、日本のためにやってること、そういうことを忘れないようにはしなきゃな。だからね、今携帯品の検査で例えば持ってきちゃダメなものを持ってこられてダメですっていう時にも、何のためにやってんだ、それで相手の人にちゃんと納得してもらって、ちゃんとその国の皆さんのためにここで止めなきゃいけないんです。検疫だからダメですではならない。国民のために働いてるっていうことを忘れちゃいけないなっていうのは常に気をつけながらやってる。港は最初行ったらスケールがでかいんですよね。あれにびっくりしますね。例えば穀類本線って言って、大豆とか小麦とかが船の船倉ハッチにもなみなみと継がれてるところに降りていって検査するっていうのは、本当あれは夏場やってたんですけど、もう汗ダクダクだし、もう砂に埋まるみたいな感じで前進めないしで、2つで限界でしたね、私はもう。もっといかない。そうですね。特別な訓練受けた人は5ぐらいいけるらしいんですけど。5行ったことあるよ。3が限界だったな。5ってもう最後意識が朦朧としてるじゃないですか。上がれなかった最後。手が折れてこの海の方になって。そうね。種の海がね、きつい。このアリ地獄みたいになってる時がある。あそこの一番そこで検査して、さあ上がろうかっていう、菜種の海上がる時に、
諦めていいですか登れません疲れて上がっても上がっても滑り落ちてくる、地獄もう何人もの植物防衛官が犠牲になってますまたあれと一緒になってあとはそうですね、港のこう200機器とかも大きいですからね、ガントリークレーンとかももうすごいでかさで首が痛くなるぐらいですね、ずっと見てたら。フォークリフトとかもバカでかいのを運転してで、ドリフトしてるんですよねなと思って。あとキャリアでキャリアコンテナ運ぶよく運転できるな、ずーっと横向きながらこうやってるんですよねピタッとつけるし、ドゥイーンってきてね、寸分のクリームそうあれ絶対こんな音だなと思った旅客でなんかそういう思い出深いこともあればどうぞどうぞ。やっぱりあれかな、ちょっと言いにくいですかね怒鳴られたりね、ああそうですね、せっかく買ってきたものですからね、あそこで置いてってくださいって言って、はいそうですかっていうのもね、なかなかそう、気持ちは十分、逆の立場だったらなんだって思う確かにねリンゴ1個持ってきたお客さんがそれもうダメだって説明したら、孫の写真見せてきて涙流してこれともうどうぞってやってしまいたくなるそこはもうグッとこらえて、そうですねもうそんなばっかだいろんなことあってなんか当たり前になっちゃってるのかな、ちょっと麻痺してるのかな麻痺してますね。確かにありえないような人もいっぱいいるっすね。普通に考えた時にね、そうですね、動じなくなってなんかもっとなんか濃いみたいなそれじゃもったいないって確かにマンゴー90キロ持ってきた人とかは、多いなと思いましたけど、でも普通に考えてその荷物がそんな割合になってるのおかしくないっていうああ確かに変ですね。そうですね、なんかバッグ開けたら全部マンゴー全部マンゴー何しに来たらみたいな説明して置いていってもらえるかなとかそういう方に考えますけど、いやあなたの服はみたいな服だけはちっちゃいリュック1個服だけそうですね、なんか変ですね普通に考えたら変ですね確かに。というわけで、いろいろ話せてもう思い残すことはありません。新しい職場でも頑張っていきます。それでは皆さんさようなら。海の横でねスナメリがいたなって本当に、検査の途中待ち時間があってなんかいるって言って逃げ出してきたやつじゃなくて、いやスナメリが住んでるところがあって、癒される。どこですか？東京港？門司港門司港。すごい。